業について質問します。長老のお話を聞く限り、前世で悪業を成した場合の影響は、主に今世での境遇、短命であるとか、に影響があるように感じました。性格への影響はどの程度あるのでしょうかという質問です。業っていうのはこのグループで活動するんですね。だから業のクラスターね、クラスターがあるんだ。単独で一個の業ではなくて、単独一個の業を取ってあげると、そちらの関連のクラスターも増えてくるんですね。だからこのクラスターの周りの業には生命を救うぐらい力がないんですけど、サポートすることはできる。サポートが邪魔することはできるんですね。だからこのクラスターで働くんだからね。これから今世でやったことは来世で結果出るとか、そういう約束ないんです、業にとっては。だって心には年齢ないでしょうに。心にあるのは条件の話だけなんです。心はずっと0歳なんです。だからどんなふうに心変化するのかっていうことはその時その時の条件によりますから、例えば朝3時犯した悪の結果は4時に出るわけじゃないんです。そういう業もありますけどね。全部そうじゃないんです。だからいつ出てくるか大体わからないんですね。だから我々は時間考えるのは肉体通して時間考えてるんだからね。肉体抜けて心だけ見ると時間ないんですね。ずっと心は変化していく。スタートもないし終わりもないし、変化するそれだけ。これで変化どんなふうに変化するのかということは業によって、そこで業も大量になるんだから、その条件によってどんな業が当てはまるかということは読み取れない誰にでも。それはお釈迦様はそれは読み取らないんです。読まないんです。お釈迦様はそれを修飾するんです。この人はこういう行為をしているから、おそらく死後こうなるでしょうと。それで大体この死に間近な人々をチェックするんですね。それでその人の心からどんな行為をしているかとデータ取ってみて、これの、だから心はいつでも0歳だから、心の中身からいくらでもデータ取れるんです。これ100年前のものだから、心が忘れてる。忘れません。心に100年ということはないんだから。ですからそういうデータ取って、こんなふうに生き方すると死後おそらくこういうところに行くでろうと推測する。それでその人はなくなるでしょ。物体がなくなるでしょ。壊れるでしょ。それから次にどこにこの心が回転しているのかチェックするんです。それでお釈迦様は私が推測した通りにその人はあちらに生まれてるんだよっていうふうに。だからそういうことでね、お釈迦様はそれは結構推測使っていたんです。先は読めないんです。過去は読めるんです、お釈迦様には。で、先のはもしかするとそうなるだろうとっていうだけでしょう。いつだって条件変えれば変わりますね。
質問ってどこで言ったかな。極山さんの。5。それで性格はどうなろうかっていう。だから性格の場合はこのレペティションなんて言いますか、繰り返し。それによって性格が成り立つんですね。だからその手段がお釈迦様は教育にも使うんですね。心は何か繰り返しちゃうとやりやすくなっちゃうんです、それを。その心にとって。それでちょこちょこと環境が変わってもできるようになるんです。性格っていうのはなんかその気がなくてもできることなんですね。例えばすぐ怒るっぽい性格。怒らなくちゃと思わなくたってもう簡単に怒っちゃうんです。怒らなくていいのに怒るんですね。なぜかあれはレペティションなんです。繰り返しちゃったんだから心そうなってるんで。だから性格は変える場合も難しいのはそういうことなんです。だから良い性格をレペティションして、リピートして、心にその訓練させて影響をあげなくちゃあかんですね。関係ない例え話を思い出しまったけど、例えばある人が歌を練習する。だからちゃんとピッチを合わせてしっかりともう感情を込めて美しく歌うことはものすごく習う。それで音大学にも入って研究して練習してだからそういう人々にとってはこの音程を作るためには必ずバックで楽器があるでしょ。自分で演奏するか誰か演奏するかと今はコンピューターで機械も音楽出してくれるしね。だからキーノートはそれは出してきてそれ聞いてから音が出るでしょ。それでその人はどこかに行ってハイキングでも行って山でも登って山の上でなんか歌いたくなったと。ギターも持ってない。歌いますよ。ちゃんとキーに合わせてリストに。そうするとあんた演奏がなくても歌えるんじゃないんですか。だからあんなお金かけてオーケストラなくてもいい。それはちょっと困りますね。オーケストラが必要なんです。この人は繰り返し練習したんだから何の楽器もないところでもその気になっちゃえば音程に合わせて歌えるんです。大したことはないんです。性格ってそんなもんなんですね。繰り返しやったことなん。だから業は業で性格は性格で業は性格にも影響あるんだけど性格って言ったらそういうどんな行為が繰り返ったのかということなんです。行為は業です。だからこのフリークエンシーはたくさんある繰り返しの方がたくさんある業が性格としても現れてくる。性格とは考えなくたってもうやめたいのにやめられないことは性格なんですね。はい。そんなことです。